様々な作品のオマージュで有名なチェーンソーマンの元ネタアニメを紹介します。原作第1部の完結&アニメ化で今や世界中で注目されているチェーンソーマンの楽しみ方の一つに豊富なパロディがありますが、アニメとなると動くし音声もあって表現の幅が広がるので、アニメでどう再現されていくか楽しみです。元ネタ漫画や元ネタ映画は別動画でまとめていますので、まだの方はぜひ見てみてください。ということで元ネタアニメ7選を見ていきましょう。トップを狙え。一つ目はエヴァやシン・ゴジラで知られる庵野監督のトップを狙えより、トップを狙えの影響は辰木先生の読み切り作品予言のナユタのインタビューで明かしています。普通の言葉を使わないナユタが文字で問いかけるシーン E が鏡文字になっているのはトップを狙えの超有名なラストシーンのお帰りなさいのオマージュらしいです。エヴァじゃなくてトップを狙えというのがなんとも辰木先生らしいですね。個人的にもトップを狙えは庵野作品一の傑作だと思います。それでは具体的に共通点を見ていきましょう。ガイナックスといえばガイナ立ち、仁王立ちしながら下から迫り上がってくる独特の登場シーンはトップを狙えがルーツで、その後ガイナックス作品で多用されるようになったことは有名です。チェーンソーマンが地獄から帰還するシーンは仁王立ちじゃないし上から登場しているのでガイナ立ちとは言えませんが、チェーンソーマンの無機質さも相まってどこかロボみを感じます。こじつけかもしれませんが、辰木先生がトップを狙え好きであることを踏まえた上で読み返すと、特にレゼ戦や武器人間図戦は影響を感じさせるシーンが多いように感じます。レゼ戦ではトップを狙えのガンバスター初出撃シーンを明確にオマージュしているシーンがあります。第47話でアキとデンジが車に乗りながらレゼから逃げるシーン、カーオーディオから BGM が爆音で流れて場面が展開していく演出は漫画でありながら映画のように臨場感あふれるものになっていますね。この音楽はトップを狙えでガンバスターという最終兵器が出撃するときに使用されるいわゆるガンバスターマーチと思われます。出撃するまでの掛け合いも完全にガンバスター出撃をオマージュしていて、元ネタを知っているとにやりとしてしまいますね。エンジンを臨界まで上げておけ。いよいよとなれば本艦ごとやつにぶつける。あいつらを地球にやるわけにはいかん。やめろ高谷、ガンバスターはまだ完全じゃないぞ。現状で10分は動きます。発進。辰木先生がオマージュしたくなるのも納得の超名シーンです。10の悪魔の登場シーン、画面上に犠牲者が羅列されるショッキングな演出は話題を呼びました。これはトップを狙えの最終決戦シーンの演出から着想を得ていると明言されています。ここアニメでどういう演出になるかすごく楽しみですよね。ちなみにトップを狙えは最終話だけ意図的に全編モノクロという尖りまくった演出が有名です。チェーンソーマンのアニメでもそういったアニメでしかできない演出に期待したいですね。フリクリ、次はガイナックスの傑作としてコアなファンが多いフリクリより、本作は非常に凝った演出が多く唐突に全く異なる絵柄に切り替わったり、随所に実験的とも言える演出が盛り込まれており、難解なストーリーやサブカルな雰囲気も相まって国内外で高い評価を得ている作品です。辰木先生はチェーンソーマンが邪悪なフリクリ、ポップなアバラを目指していると公言されています。アバラについては別動画で紹介していますのでぜひ見てみてください。それでは具体的に共通点を見ていきましょう。まず分かりやすいのがこのタバコに書かれたメッセージ。なんだかハードボイルド映画のようなかっこいい演出ですよね。ざっくりしたストーリーラインにも共通点があります。突然現れた怪しげなお姉さんに思いを募らせる少年。しかしその女の本当の目的は少年の奥に潜む別の何かでした。チェーンソーマンの方がだいぶ邪悪めですが、チェーンソーマンとフリクリの共通点と言われると何とも形容しがたいですが、辰木先生の言う邪悪なフリクリという言葉に妙にしっくりきた方も多いのではないでしょうか。予測不能な展開や奇想天外なキャラたち、一言で言うとなんとなくノリが似ている気がします。フリクリといえば挿入歌が多くメインテーマを含めほとんどをロックバンドピローズが担当していたことも有名です。流れるたびにテンション爆上がりです。辰木先生は映画の音楽について重要視しているコメントが多く、アニメの音楽にも期待ですね。人狼はパトレイバーや広角機動隊で知られる押井監督作品の一つです。ケルベロスサーガという同一世界観作品の一つで、第二次大戦で日本がドイツに敗北、占領された世界を舞台にしています。広角機動隊のようなシリアスで難解でありながら哲学的テーマが強い作品が好きな方におすすめの一作です。チェーンソーマンでは主に傑作と7回レゼ編でモチーフにされています。そもそもレゼ編は影響を受けた多くの作品を複合的に組み合わせていると公言されていますが、その中でも人狼を最も強く意識しているとのことです。
人狼以外の影響作品についてもサクッとご紹介。カリオストロの城からはサプライズシーン、レオンからはレズのキャラクターデザインや細かい描写、台風クラブからは雨の学校と台風の悪魔、皆殺しのメロディーからはレズの惨殺シーンと裸エプロ、そしてシャープネードからはチェーンソー、サメ、爆弾、台風のはちゃめちゃバトルなどなど、鉄道などを止めた映画7選でもまとめていますので、よろしければ見てみてください。それでは人狼での共通点を見ていきましょう。最初の共通点はストーリーのベースにある寓話です。人狼ではグリム童話の赤ずきんを、チェーンソーマンのレゼ編では田舎のネズミと都会のネズミをベースにストーリーが進行していきます。よくある手法ではありますが、誰もが知っているストーリーをベースにすることでストーリーに一本の筋ができて、複雑な設定や展開がマイルドに分かりやすくなっていますよね。実際のストーリーはより色濃く人狼の影響を受けています。主人公はどちらも公安組織に所属する体制側の人間です。そこに現れたヒロインは実は敵対勢力の差し金で主人公を騙したり利用しようとします。そのために主人公に接近しますが、偽りの関係の中で少しずつ本当の気持ちが芽生えていき、全てを捨てて2人で逃げる決意をしますが、その過程と結末はとても切なく、ベースにある寓話との対比も相まって最高にドラマティックなストーリーに仕上がっていると思います。無邪気なデンジとレゼの覚悟、底知れないマキマに天使のつぶやき、魅力的なキャラたちが織りなすヒューマンドラマはレゼ編が傑作と言われるゆえんでしょう。鈴宮春日の憂鬱。鈴宮春日の憂鬱といえば21世紀のアニメブームの火付け役とも評される超人気作品で、その後のアニメ文化にも多大な影響を与えたと言われています。1992年生まれの辰木先生は直撃世代と言えますね。過去のインタビューでも好きなアニメの代表として名前を挙げています。藤本辰樹名義で紙面で活躍される前は長門は俺という名前でウェブ漫画などで漫画を投稿されていて、長門は鈴宮春日の憂鬱の人気キャラクターです。その人気ゆえに長門は俺の夢、異論は認めないといったような推し宣言するファンが多かったのですが、辰木先生は長門は俺とのことで、すでに辰木節全開の狂気がにじみ出てますね。読み切りブックバックでは京アニ事件を彷彿とさせる描写が話題になりましたが、辰木先生にとって春日を生み出した郷土アニメーションはそれほど大きな存在だったのでしょう。そこばかりにフォーカスされがちですが、読み切り作品として間違いなく傑作作品となっているので、未読の方はぜひ見てみてください。それでは具体的な共通点を見ていきましょう。チェーンソーマン15話のエンドレス8回は春日のエンドレス8のパロディと思われます。春日のエンドレス8とはほぼ同じ内容のストーリーが8話連続繰り返されるというアニメ史でも前代未聞の賛否両論を巻き起こした伝説の回です。チェーンソーマンでは永遠の悪魔の能力によって建物の8階から抜け出せなくなるというもので、意味合い的にも春日の影響を感じさせます。それにしてもこの永遠の悪魔って序盤にしてはめちゃくちゃ強い敵でしたよね。春日のエンドレス8したり永遠とか無限ループとかって確かに何とも言えない恐怖を感じます。そういう意味では根源的恐怖の名前を持つ悪魔に近しい存在なのかもしれませんね。この回もアニメでの表現に期待したいです。有頂天家族。有頂天家族は小説が原作のアニメで、夜は短し歩けよ乙女などで知られる森富彦原作作品です。独特の不思議な世界観が特徴で老若男女に幅広く支持されている作家さんです。辰木先生は有頂天家族の弁天というキャラクターが好きなことを公言していて、チェーンソーマンのマキマに共通点が見られます。弁天は人間でありながら天狗の力を使うことができ、空を飛んだり天候を操ったりすることができる人間離れしたキャラクターです。インタビューによると、人間より上位の存在でありながら上位者なりの悲しみがあり、周りから理解されない、そんなどこか哀愁を感じさせるような強キャラが好きみたいですね。ちなみに辰木先生の理想のヒロイン像は高圧的で理不尽な女性らしいです。大学時代にビジュアルな女の子から自転車をひっくり返されて、俺はなんて幸せもんだと思ったんだとか、ちょっと何言ってるかわからないです。要はド S キャラが好きなんですね。そんな辰木先生も好きそうな牧野さんも弁天と同じように比類ない力を持っているがゆえに対等な理解者がおらず、支配することでしか他者と関係が築けませんでした。そして皮肉にも利用しようとしたレンズの愛の攻撃により敗れました。第1部は牧野の物語だったと言っても過言ではないでしょう。有頂天家族の弁天との比較をしてみましたが、実はモチーフにしているわけではなく、実際は星の息吹という漫画に登場したキャラクターをそのまま流用しているそうです。
ってそんな作品聞いたことない。それもそのはず。星の息吹は辰木先生が中学生の頃に頭の中で作り上げた雑誌で連載されていた作品なのです。ちょっと何言ってるかわからないです。星の息吹の牧野も支配を象徴しているらしいのですが、一体どんな作品だったのでしょう。というか、なんかもうツッコミどころが多すぎて。週刊少年たつき、ぜひ見てみたいですね。回るピングドラム。回るピングドラムは、セーラームーン R や少女革命ウテナなどの代表作で知られる生原監督作品です。シリアスかつ難解になっていくストーリーや斬新なアニメ表現が有名で、チェンソーマンにも随所に影響が伺えます。それでは具体的に共通点を見ていきましょう。ピングドラムは家族や愛の循環をテーマにした作品です。チェンソーマンにも同じことが言えますよね。チェンソーマンのこの取り合いはピングドラム高倉家の兄弟にとって思い出の場所である水族館での記念写真のパロディーと思われます。あってすらいない幼少の頃から兄弟であったかのようなイラストとなっていて、その後の展開を考えるととても悲しい記念写真となっていますね。ピンクドラムの影響は連載当初から指摘されていましたが、このイラストによって決定づけられたと言えるでしょう。着物のレゼが巨大な換気扇の前で手を後ろに回して立っているカラーイラスト。レゼはボムこと爆弾の武器人間と思われるので、原子力マークとかけているとも考えられますが、ピングドラムの影響を考えると同じように巨大な換気扇の前に佇む決まりのイラストを連想させます。これは子供ブロヤーといういらない子供が引き取られ透明な存在にされてしまう施設のイラストで、強引に紐付けようとするとレズの悲しい経歴ともマッチしてると言えるかもしれませんね。入院したレンジにアキがリンゴを差し入れするシーン、一見すると何の変哲もないシーンですが、ピンクドラムの影響を考えると見え方が変わってきます。ピンクドラムではリンゴが非常に重要な役割を担っていて、テーマである愛の循環を具現化するメタファーとして劇中でたびたび登場します。兄弟同士でリンゴ、つまり愛を分け合うことで愛の循環がなされていっているんですね。そう考えると今度はアキが入院した時のレンジの行動もより家族として愛が深まっているのを感じさせます。続いては箱の中の心理描写。ピンクドラムの重要なシーンで箱の中でカンマとショウマがリンゴを分け合う心理描写があります。チェンソーマンでもポチタやパワーといった家族と対話したり力を授けるシーンは箱の中で行われていますね。両作ともショッキングな展開の中で愛や罰、幸いについて考えさせられる名作ですね。それいけアンパンマン。最後は日本人なら誰もが知る国民的アニメアンパンマン。ネタ切れです。でも全くのこじつけとも言えないかもしれません。今やヒーローといえばマーベルですが、辰木先生もアメコミは好きみたいで、キャプテンアメリカと言い張る邪悪なキャラのイラストをツイッターにアップされたり、アメコミヘルボーイのクロエネンというキャラがサムライソードの元で語ったりと、ヒーローものの影響も少なくなさそうです。アンパンマンは日本の作品を代表するヒーローとも言える存在で、ステレオタイプなヒーロー像として様々な作品でパロディー的に扱われていますね。辰木先生のデビュー作ファイヤーパンチもアンパンマンをヒントにしたとインタビューで明かしています。ということでちょっと脱線してファイヤーパンチとの共通点ですが、自分の顔を分け与えて食べさせるというよく考えたら激ヤバな行為。ファイヤーパンチの世界は氷河期で食料がなく再生能力を持った主人公アグニが腕や頭を切り分けて振る舞うという字でアンパンマンやっちゃってます。タイトルのファイヤーパンチはもちろんアンパンチからアグニは敵の消えない炎を浴びて以来燃焼と再生を繰り返しており、もうこの上なくファイヤーパンチなのです。チェンソーマンも〇〇マンというだけあって一見ヒーロー漫画調ですね。矢お中にヒーローといえば善良な市民が助けを呼んで颯爽と登場するシーンですよね。チェンソーマンでも当然か弱い乙女が正義のヒーローを呼び出してます。対武器人間実戦ではヒーローものの定番が詰め込まれていますね。たなびくマフラー、かっこちろ武器人間戦隊一斉兵士、かつての敵との共闘、王道展開でありながら全てがいびつなところが辰木風ヒーローですね。そして最終的に本当のヒーローとして世間に認知されたチェンソーマン。第2部でも予想の斜め上を突っ走ってほしいですね。ご視聴ありがとうございました。元ネタアニメ7選をまとめるとこんな感じです。ジャンルの振れ幅がものすごいですね。アニメで映像化された時にどんな表現になっていくか本当に楽しみです。他にも元ネタ作品をご存知でしたらコメント欄で教えてください。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。